皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。前回は EP アンリッシュの感想として前半4曲についての感想をつぶやかせていただきましたので、今回は後半4曲と EP 全体の感想についてつぶやかせていただきたいと思います。前回の4曲目のセンスに続けて5曲目はアイルです。重めの曲を作るというコンセプトで作ったとのことですよね。確かに全体的にヘビーな感じですが、サビはちょっとポップな感じもあり、メリハリが効いていると思います。で、全体的にもそうですが、特にサビ部分と C メロ、ギターソロのところのベイドラが激しくて、まさにヘビーです。ボーカルはツインボーカル的で、歌詞にも BOK ってあって全然違うけど、実は BOK のハード版というか、ダーク版というか、大人版という見方もありかなと思ったりしています。ギターソロ終わりでそのままサビにつなげるのではなく If I won't do it, they will っていうのを挟んでからサビにつなげるって他の曲でもありますが、こういうところが伝統的なハードロックと違ってその先を行ってる感があって好きなところです。次はコラリウムです。この曲は初のサイちゃんが書いた歌詞の曲ですよね。後に出てくるヘイトと真反対の歌詞というか、ちょっと受け身の女心みたいな詩で、やっぱり小鳩さんと違って結構直接的というか分かりやすいというか、でも日本語と英語の割合はバンドメイドっぽい歌詞だなとも思いました。で、サイちゃんの詩というのはもちろんいいし、表情豊かな感じの歌い方もめっちゃいいのですが、私としては小鳩さんのバックコーラスというか、掛け合い的になっているコーラスが良すぎて、めちゃくちゃ好きな曲の一つになっています。曲の入りはソフトにサビから入る感じなんですが、A メロ、B メロとだんだん激しくなっていって、次のサビのところはバスドラどこどこでめちゃくちゃ激しくて、やっぱりハードロックやんって感じられます。サビのところは冒頭も含めて5回出てきますが、全部テイストが違っていて味わい深いですし、単純な A メロ、B メロ、サビって感じではなくて、細かく味付けを変えてきているのが凝った構成で飽きない構成だと思います。4回目のサビの最後で、みーのところの太い声での歌い方と小鳩さんのシャウト的なコーラスがまた大好きなところです。で、ギターソロはめちゃくちゃかっこよくて、ベースラインもギターソロと絶妙に絡んでいい感じに仕上がってます。この曲も聴けば聴くほど好きになっていった曲です。次がインフルエンサーです。これは最初に聴いた時からめちゃくちゃ好きな曲で、これも個人的トップ10に入るんじゃないかなと思う曲です。MV では石切り場というシチュエーションとドローンも交えた撮影でビジュアル的にも最高な感じです。ちょっとみんな熱そうな感じですが。あと、サイちゃんが踊りながら歌ってるところもなんか燃えますよね。このロケ地は聖地巡礼されてる方も結構多いですよね。私も行きたいです。で、曲ですが、最初のセクションが1回しか登場しないっていう構成って他にないような気がするのですが、あったとしても珍しい構成ですよね。で、A メロ、B メロとだんだんメロディアスな感じになっていってサビに入りますが、このサビに入るところの Everybody Look が平坦な感じの音階なのがすごくいいんですよね。で、サビのところの小鳩さんのうららららってよくこんなの入れるって考えたなと思います。サビの最後のハンキドリデイって、ここでまた小鳩さんのすごい感性の詩で、海外のリアクターたちも驚いてましたよね。英語圏の人にはどういうニュアンスに聞こえるのかわからないのですが、興味あります。で、ここでもアーチャーのタムのフレーズがかっこよくて、ミンチョのキュインキュインって感じのリフもいい味付けになってます。ラップ的なところは、サイちゃんの顔がちょっと腹立つ顔をしてるのがラップにぴったり合っていて、そこからまさかのベースソロですよね。で、フォーカスオンバーズでギターソロかと思いきや、まさかのベースソロの続きがあるという構成です。リサさんのベースソロは結構ありますが、今のところ一番好きですね。で、ベースソロ終わりと被せるように始まるミンチョのギターソロへの入りがめちゃくちゃかっこいいですし、このギターソロのトーンも綺麗な感じで、一瞬ギターの音っぽくないというか、すごいいい音作ったなと思いましたね。で、ギターソロ終わりでブレイクダウン的な感じで C メロっぽいところに入って、サレンダーラブです。ベイドラもリフもかっこよくて、サイちゃんも伸ばしてくるねと思っていたら、かぶせて小鳩さんがハイトーンでつなげるって、最初聞いた時はやられたって思いました。
何度聴いてもここは痺れます。で、最後のハンキードリデイになりますが、ここのアーチャーのドラムがバスドラも追加されて、最高に盛り上げて終わるという構成、完璧じゃないでしょうか。最後がヘイトです。コラリウムに続いてサイちゃんの作詞ですが、こっちは攻撃的というか攻めてる歌詞ですよね。で、2回目の A メロのあの歌詞ですが、ここはサイちゃんじゃないと歌えない感じですよね。小畑さんが歌うところとかは全く想像できません。ドラムも激しくて、いつもながらベースラインもかっこいいし、ミンチョは自由に弾いてる感じですし、サビはキャッチーなメロディーで、意味なんてないみたいに言葉を伸ばすのって珍しい感じがしました。ベースソロが入って、ギターソロ前のサイちゃんの1、2、3、GO もかっこいいし、ソロそのものもかっこいい感じですよね。なんかのインタビュー記事で、あーちゃんが右手を早く動かす練習をしていて、ミンチョに見せたら即採用されたとのことで、めちゃ練習しないといけなくなったというようなエピソードを言ってましたね。この曲ってお給仕でめちゃくちゃ流行る曲ですよね。イントロもかっこいいですし。はい。以上が全8曲の感想となりますが、EP 全体としては総じて激しめの曲ばかりで、まあ8曲なんで突っ走っている感じですよね。アルバムタイトル通り解き放つを感じますし、これまでの鬱憤を晴らすというか、聴いてるこっちまで解き放たれる感じがします。でも名曲ばっかりなので、バンドメイド初心者に紹介するのもありな EP だと思います。ということで EP アンリッシュについての超個人的感想の後半でした。今回は以上です。それではまた次回。